時の72分の1スケールハインケル 111H22V1 飛行爆弾搭載型を仮組みレビューしていくのだ。今回は通常の爆撃型ではなく V1 を搭載したタイプなんですね。そうなのだ。ハインケル111といえば第二次世界大戦時のドイツ空軍を代表する総発爆撃機なのだけど、今回のキットはその中でもかなり特殊な仕様なのだ。 V1 つまりフィーゼラー FE103 を主翼下に搭載する機体ですね。 V1 はいわゆる飛行爆弾で巡航ミサイルのご先祖様のような存在なのだ。地上の発射台から飛ばすイメージが強いですが、空中発射する運用もあったんですね。地上発射基地が攻撃されたり運用が難しくなったりする中で、ハインケル111を使って空から V1 を発射するという使い方もされたのだ。戦争後期には V1 の母機のような役割も担ったわけですね。そうなのだ。ハインケル111はもともとは1930年代に登場した機体で、開戦初期にはドイツ空軍の主力爆撃機として活躍したのだ。ポーランド戦、フランス戦、バトル・オブ・ブリテンなど初期のドイツ空軍を象徴する機体の一つですね。特に機首が大きくガラス張りになった独特の姿はかなり有名なのだ。ドイツ爆撃機らしい不思議な迫力があります。ただバトル・オブ・ブリテンではスピットファイアやハリケーンの迎撃を受けて防御火力や速度の面で苦戦もしたのだ。それでも戦争後期まで改良されながら使われ続けました。爆撃機、雷撃機、輸送機、グライダー曳航機、そして今回のような V1 搭載機まで本当にいろいろな任務に使われた機体なのだ。機体そのものの歴史も長いですが、派生型もかなり面白いですよね。そうなのだ。例えばハインケル 111G ツビリングなのだ。ハインケル111を2機つなげたあの双子機ですね。 ME321 ギガントなどを引っ張るための機体として使われたのだ。こちらのキットもイタレリから出ていますね。そうなのだ。イタレリってドイツの大型機や総発機のキットを結構出していますよね。ハインケル111だけじゃなくて U52、トルニエ217、U86、U88、U188、それから飛行艇のドルニエ24、さらに ME323 ギガントのような大型機までルフトバッフェの大きめの機体をかなり広く出しているのだ。爆撃機、輸送機、飛行艇、特殊機まで拾っているところがイタレリらしいですね。今回のキットはハインケル 111H22 なのだ。スケールメイトでは1994年発売のキットとして整理されていますね。本体の基本部分は1976年発売のキットをベースにしたものかな。そこに V1 搭載型としての要素が追加されたキットという感じですね。どうやら V1 部分はドラゴン製みたいだけどね。普通のハインケル111レビューより見るポイントが増えますね。トツモールドの雰囲気、機種周りのクリアパーツ、コクピットの再現、主翼や胴体の合わせ、そして V1 を吊るした時のシルエット、ここを中心に見ていきたいのだ。ちなみに72分の1スケールのハインケル111は他メーカーからもいろいろ出ていますよね。ざっくり時系列で見ていくとエアフィックスが1960年代にキット化しているのだ。かなり昔から模型化されているんですね。その後1970年代にはマッチボックス、そしてイタレリの前身であるイタラエレイからも登場するのだ。国内で比較するならやはり長谷川が大きな存在ですね。長谷川版は2000年代の新しい設計でオーモールドやパーツ精度など現代的な内容になっているのだ。長谷川版にもツビリングも出ていますね。そうなのだ。海外ではレベル箱の長谷川金型やエアフィックスの新金型も比較対象になりますね。レベルからは長谷川金型の再箱版が出ていて、エアフィックスも2010年代に新金型を出しているのだ。その中で今回のイタレリはクラシックキットに特殊装備を加えた面白い一箱という立ち位置ですね。それでは早速イタレリ72分の1ハインケル 111H22 with V1 仮組みレビューを始めていくのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストはまさに V1 を発射したハインケル 111H22 なのだ。日本的に言うと一式陸港と大岡ってところね。 V1 は無人ですけどね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。 H22 型で第3爆撃航空団所属機、H20 型で輸送航空団第30、
所属機となる。なるほど。部品点数は167点。さすが爆撃機ですね。部品点数はかなり多いですね。ではイタレリの72分の1スケールハインケル 111H22 の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で6パーツ。操縦席床と操縦桿、座席、隔壁、銃座となるのだ。計器パネルもありますね。計器パネルはデカール表現となって後ほどクリアパーツ内部に仕込む感じとなるのだ。パイロットと射撃手がついてますね。このキット人形が5体もついているのだ。操縦席以外にも上部銃座、胴体の銃座、下部ゴンドラの銃座となるのだ。次はエンジンですね。総発機となるので2セット作る。左右それぞれで8パーツ構成となるのだ。エンジン本体にプロペラ軸を通して両脇に排気管をつける感じですね。この流れでプロペラも組み立てるのだ。もちろんプロペラも2セット作ることになるのだ。プロペラは左右それぞれにパーツ構成ね。3枚プロペラにスピナーをかぶせて終了なのだ。次は上部銃座かしら。上部銃座は全部で4パーツ構成となるのだ。戦術通りここには人形を乗せれるのだ。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。最初に胴体の内側の工作を進めるのだ。窓枠のクリアパーツの貼り付けや H22 で組む場合は穴開け加工もあるわけね。胴体の左右中央部にも銃座があるんだけど H22 で組む場合は取り付けなしとなるのかな。ちょっと分かりにくいけどそうみたいね。穴が開いた窓枠なので合ってるのかわからないけど、いよいよ胴体の貼り合わせね。操縦席や上部銃座は後からでも組み込めるみたいなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。凸モールドになります。結構太めのモールドかな。主翼はどうでしょうか。主翼は左右それぞれ3パーツ構成。まずは穴開け加工があるのだ。右主翼の峰 V1 を吊るすためのダボ穴ってことね。穴開け加工が終わったら主翼下パーツに主翼上パーツを貼り合わせるんだけど、エンジン部分にエアインテークコーを接着してからの貼り合わせとなるのだ。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールドとなる。やはり太めの凸モールドです。ここで胴体に主翼を差し込むわけね。主翼を取り付けたらプロペラとカウリングを取り付けるのだ。次は尾翼ですね。まずは垂直尾翼のラダー部分から。ラダーの未別パーツとなっているので、続いて水平尾翼となるんだけど、こちらもエレベーターが別パーツとなっている。つまり水平尾翼は左右それぞれにパーツ構成となるわけね。そういうことなのだ。できたら胴体に差し込む。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは複数パーツとなるんだけど、操縦席の開閉選択ができない。クリアパーツは操縦席部分が3パーツ構成で、下部ゴンドラ部分も3パーツ構成となるわけね。そうなのだ。透明度はどうでしょうか。問題なしなのだ。次は足回りですね。まずは試脚。試脚は左右それぞれで6パーツ構成。タイヤと試脚の構成ね。その他にも主翼下に取り付けるカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は2パーツ構成となる。お好きなタイミングで取り付けられる。次は細かい部分の取り付けね。まずは左主翼に気筒管をつける。さらにライトも取り付けるのだ。胴体上部には2種類のアンテナも取り付けね。先ほど作った上部銃座も取り付けて、ラダーのリブも取り付けね。フラップにもリブを取り付けるのだ。最後に吊るし物ね。吊るし物は V1 を吊るせるのだ。 V1 は全部で9パーツ構成ね。先の触れた通りでドラゴン製となるのだ。最後に総評なのだ。今回はイタレリの72分の1スケールハインケル 111H22 イズ V1 の仮組みレビューをしたのだ。仮組みしてみてどうでしたか。まず全体の印象としてはやっぱり古いキットらしさはしっかりあるのだ。基本的には1970年代のキットをベースにしているので、最近のキットのような細かい大モールドや充実した内部再現を期待すると少し物足りなく感じるかもしれませんね。特に機種のガラス面が大きいので内部が気になる人は少し手を入れたくなると思うのだ。ただ仮組みしてみると機体全体のシルエットはしっかりハインケル111らしいですね。細部は古いけど大きな主翼、太めの胴体、ガラス張りの機種周りといったハインケル111らしい存在感は十分に楽しめるキットだと思うのだ。パーツ構成も
最新キットのように細かく分割されすぎているわけではないので、旧キットとしては比較的分かりやすい印象です。戦術通り古い金型なので、胴体、主翼、エンジンナセル、クリアパーツ周りは接着前にしっかり仮合わせしておきたいところなのだ。窓が多いので塗装前のマスキングも大変そうですね。そこは覚悟するべきポイントなのだ。少し値が張るけども、海外メーカーのマスキングシートも出ているので、そちらを使うのもありかもしれないのだ。そして今回のキットならではの見どころはやはり V1 ですね。普通の爆撃機型ではなく H22 として V1 を搭載する仕様なのがこのキット最大の魅力なのだ。キットとしては古いけれど題材としての面白さはかなり強いですね。そうなのだ。最新キットを作りたいなら長谷川やエアフィックスの新しいキットの方が向いていると思うのだ。一方で H22 の V1 搭載型という仕様を楽しめるところは至れり版の大きな魅力です。精密さで最新キットと勝負するというより、クラシックキットの味と V1 付きという特殊仕様を楽しむキットだと思うのだ。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。